はい、そしたらここの周りを細編みで1段編みます。後ろの中心の印のところです。ここに針を入れて鎖1目編んだら、最初の同じ目にまた針を入れて、この糸端も一緒に編みくるむので、針の上に乗せて糸をかけて細編みを編みます。これで1目編んだら、また印を分かりやすくしておきます。そしたら、しばらくこの糸端も一緒に編みくるんで、この針の上に糸端を乗せて、このように細編みを編んでいきます。ここまでブリムの手前まで17目細編みで編んでいきます。ある程度糸端も一緒に編みくるんだら、このぐらい一緒に編んだら入れなくてもいいです。はい、細編みで17目ここが17目ですので、ここを細編みで編んだら、また印をつけておきます。そしたらブリムのところに来ました。この斜めのところです。ここ斜めのところに細編みを20目編んでいきます。ブリムは8段編んだので、1段の中に2目ないし3目編み入れます。最初ここがブリムの1段目のところなので、ここに2回細編みを同じ目に編み入れます。はい、次はここら辺に1回、またすぐのところに今度は2回編み入れて、今度は1回、なるべく穴が開かないように編んでいってください。今度は2回、1目おきに増し目していく感じで編んでいくといいと思います。今度は1回、次は2回、1目
次は2目、こんな感じで交互に増し目していきます。これでどのぐらいかな、123456789101112131415161718目。最後、ここちょっと穴が大きくなってしまうので、ここら辺から同じ目に2回編み入れて、これでこんな感じで20目細編みが入りました。そしたらここ最後の、ブリムの8段目のところは19目あるので、真ん中のところだいたい10目目のところに増し目を入れて20目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今同じ目にまた針を入れて11。次からまた、普通に細編みを編んでいきます。12、13、14、15、16、17、18、19、20編んだら、また、ここの斜めのブリムの斜めのところに20目細編みを編んでいきます。この角のところは2回目に針を入れて編んで、ちょっとすぐのところにまた細編みを1目編みます。そしたらここら辺にまた細編みを2回編み入れます。ここら辺と穴が開かない、ちょっと工夫しながら20目編んでください。
123456789101112131415161718192021目になっちゃった。まあ1目ぐらい増えてもいいと思うので、これでブリムのところは編み終えます。そしたらこのマーカーのところから今度は16目増減なく細編みを編んでいきます。3、4、1、2、3、4印はしておきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、はい、そしたらここのところは編まずに終わります。糸を閉じ分だけ引き出して閉じ針でこの最初の目のところに針を入れて最後の目にまた針を戻してこのように鎖にしたら裏側に縫い付けて糸を始末します。最初の糸端も編みくるんだのでカットします。はい。たらこんな感じでブリムが出来上がりました。最後の最後ですけど、ここから半目拾ってブリムを編んだんですけど、このまた半目を拾って細編みを1段編んだら完成になります。ちょっとブリム側からこのように30目拾ったので、この半目30目あると思います。鎖1目編んだら同じ最初の目に針を入れてまた糸端を編みくるんで細編みを編んでいきたいと思います。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、
もう糸端は入れずに編んでいきます。11、はい、裏側を細編みでこのように半目拾って編み終えたら糸端をまた始末します。このマーカーのところに針を入れて、ちょっと戻しながら戻さなくてもいいのかな。こちら側にこんな感じで始末します。はい、そしたら最初の糸端もカットして、最初のところの糸端も輪になってるので、輪に沿う感じで適当にこう絞りながら感じ、こう戻る感じで輪に沿って始末します。1周半ぐらい、回ったらカットします。はい、このようにスチームをかけ終わりました。形も整って綺麗に仕上がったと思います。プリムもしっかりこのように出来上がりました。はい、ぜひ編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。